E188 結構お値段が違っていて、プラスチックっていうのかな、これなりませんでした。なった。どうも、あさきです。本日の動画ではですね、じゃじゃーん、こちら、私の2代目エアウルフ E188 というコスパ最強のエアウルフが発売されたので、レビューしていきたいと思います。で、私、前回も AW911 というエアウルフのスケール機、レビューしたんですが、そちらとの違いだったりとかっていうのもご紹介できればなと思います。イェイ。で、こちらですね。今回はバングッドさんからご提供いただいたんですが、イーシンというラジヘリとかも出しているメーカーですね。イーシンというメーカーから E188 というエアウルフのスケール機発売されております。早速ちょっとね、中身を見ていきたいと思います。じゃじゃーん。こちらが34分の1スケールのエアウルフはマニュアルですね。で、こんな感じになります。はい。入っているものですが、まずこちら、ユーザーマニュアルが一つ、そして、機体、エアウルフですね。やっぱりかっこいいですね。軽い。で、バッテリーがここに1本と、予備がここに1本入っております。というのと、エアウルフの横に刺すパーツですね。こんなやつですね。はい。で、あとは、予備のローターが、まず、メインローター2枚、テールローター1枚、タイプ C と USB のケーブル、工具2つ入っております。で、あとは、プロポですね。こちらのプロポ。で、ちゃんとね、技的マークもついております。はい。で、こちら今回の機体なんですけど、私が前回レビューした AW911 というこちらの機体、これと結構お値段が違っていて、こっち AW911 の方はお値段ですね、69,500 円となります。一方、こちらですね、E188 なんですが、なんとお値段38,827 円になります。ということで、かなりお値段が違うんですが、この2つ、何が違うか、ちょっと見ていきたいと思います。で、まずですね、プロポが、これが AW911 のプロポで、今回の E188 のプロポ、こちらです。なので、こっちね、液晶がついていて、緯度経度が出たりとか、かなり細かい情報が見ることができたりとか、っていうので、機能が盛りだくさんのプロポになってます。こっちは比較的シンプルで、スイッチとかで飛ばし方変えたりとかっていうのはあるんですけど、結構シンプルな機能を持ったプロポになります。あと、こっち AW911 の方はワンクリックでノーズインサークルを自動で回ったりとか、自動で8の字飛行をしたりとか、っていうようないろんな自動機能が充実しております。一方こちらはね、プロポ見る限りそういった機能はないといった機体になります。で、機体本体の違いなんですが、まず、プロペラのとこですね。こっち AW911 はこんな感じのメタルになってますね。に対して、こっちはプラスチックっていうのかなになってるっていう作りそもそも違ったりとか、あとは、裏側は、裏側も、ここですね。ここにね、AW911 はね、センサーがついてるんですけど、こっちね、センサーの穴はあるけど、中身空っぽになってます。ベースは一緒ですね、結構。あと、めちゃくちゃ微妙な違いなんですけど、これ、シルバーと黒で色が違いますね。こっち、シルバーになってます。
パッと見はそんな感じですかね。あとはサイズ感とかは一緒で、モーターもどっちも1204の 5300kV ですね。なので同じです。あとテールローターの色がちょっと違ったりとかかな。はい、といった違いになります。で、こちらの機体、バッテリーですねがタイプ C 充電になっているので、ここタイプ C ケーブルつないで直接充電することができます。で、プロポの方は単3電池4本。これは自分で買う必要があるので、買ってこんな感じでセットしてください。ですね。では早速ですね、製品ページを見ていこうと思います。で、こちらがワングッドさんのページになります。イーシン E188 エアウルフ 2.4 ギガのスケールヘリとなります。で、こちらですね、お値段バッテリー1個付きで 38,827 点なんちゃら円ということで、こちらすごい安い、5万切って、なんなら4万切るってかなりお安いお値段になっております。で、バッテリー2個付きで4万ちょい、3個付きでも4万、これも4万ちょいとなっております。仕様を見ていくと、まず重さ 310g。これは AW911 も同じ重さだったんですが、日本では 100g 以上の機体は基本的に機体登録とリモート ID をつけるっていうのをやらなきゃいけないので、そちら気をつけてください。で、こういうラジコンヘリコプターに対して機体登録のやり方だったりとか、リモート ID の付け方はこちらの動画でご説明しているので、わからない方はそちら見てみていただければと思います。で、あとはプロポの届く距離ですね。は350メートル以上。これ AW911 も同じでした。バッテリーの時間ですね。が11から13分と。これも同じ時間になります。あと特徴としては、6軸ジャイロですごい安定しているといった特徴ですね。だったりとか、この辺はいつも通り、で、こうやって飛ばせますよ、だったりとか、ワンクリック着陸できますとか、あとプロポの機能ですね。ここがモーターロック、アンロック、ここ電源ボタンがあって、これ飛ぶ前のですね、ピッチの調整ができるのと、あとは下を押したらその場着陸ができるのと、あとはラージ&スモールラダーボリュームボタン。で、ここがオプティカルフローモードとマニュアルモードの切り替え。センサーがしっかり効いてるのと、センサーが弱くなるモードですね。と、あとは、モード1と2の切り替えといった、かなりシンプルなプロポになっております。あとは ELRS 対応してるので、ちょっとやりたいと思いながら全然できてないんですけど、プロポ ELRS のものに切り替えて、それとつなげることができると。これもね、やりたいですね。あとこの辺もいつも通りですね。あと、何やら背面飛行できるみたいです。で、やり方もね、ここに書いてあって、ハイ、ローのボタン。このボタンをハイに素早く倒して、マニュアルモード入れて、この背面ボタンカチって入れると背面になるっぽいので、ちょっとね、これはやってみたいと思います。ただ注意点として、この機体は前後じゃなくて、ロールを入れた時だけ背面モードになるというとこだけ注意点になります。あとはオプティカルフローで安定した飛行ができるよとか、これですね。あといい素材で作られてるよとかですね。といったことが書かれております。なのでこいつですね、早速ちょっと機体登録とかやって飛ばしてみたいと思います。ですね。バッテリーはここにコネクターあるので、これですね。こうカチッとこんな感じではめます。ではこちら飛ばしていきたいと思います。ちなみにプロポはデフォルトではモード2になってます。で、電源入れてここが青に光るのがモード2です。こんな感じですね。で、モード1に変更する方法は一回電源切って、で、モードボタン入れながら電源を入れます。そうするとここが赤と青に
光って、これがモード1の状態になります。この電源こう長押しで入れます。で入りました。で次機体ですね。機体はこのボタンを4秒長押しでこんな感じで、はい、充電が入りました。でじゃあまずここですね、モーターロックの機能を確認します。今モーターロック状態なので、ハの字をしても機体はモーターが回りません。はい、じゃあモーターロック解除します。これでこのスイッチスティックをハの字にするとモーター回り始めます。いきます。ちょっと離れます。回りました。じゃあ普通にまず飛ばしてみます。すぐにちょっと時間かかりますね。で今がオプティカルフローモードなので、こんな感じでどこも触ってないですが、機体は結構ちゃんと止まってますね。風もちょっと吹いてるんですけど、結構安定して止まってます。じゃあちょっとしていきたいと思います。まず今が、オプティカルフローのセンサーモードなので、これをマニュアルモードですねにしてみます。これはボタン1つですね。8とすると今こんな感じでめちゃくちゃ風に流されてます。やばい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 。で操作しないと今みたいな感じでどんどん風に流されてしまいます。戻りましたね。大体なってますね。あとどうかな。一回その場着陸やってみます。これももうワンキーですね。このボタンをタッチしておくとこんな感じで自動でこの場に着陸しました。その場着陸結構早いですね。はい、こんな感じになります。で電源切るときはこの電源ボタンをまた4秒長押しですね。はい、OK です。では背面やっていきます。ちょっと怖いので下の上まで行って今この辺だったらほいで、高度5メートル以上って書いてあったんで、まあこれぐらいかな。上げます。 OK、 じゃあ行きます。で、背面にするにはまずはいマニュアルでこの背面で回らん回らんな。もう一回やってみます。高さ足りないとかですね。高さ上げてこれぐらい。じゃあここでもう一回いきます。はい、マニュアル背面乗る。いかないですね。はい、なりませんでした。バッテリー残量が少ないからできなかったのかもしれません。じゃあ背面モードにするにはこの背を2回でマニュアル背面で背面しない。
しないですね。普通に横に進みます。もう一回行こう。ピッチでもやっぱりない。高さは十分ありそう。やっぱならないですね。バッテリーも満充電のものに変えたので謎です。はい、やっぱりダメでしたこれでもこの背面ボタンを押しても何も音がしないので、やっぱ機能としてついてないのかもしれないですね。他はこんな感じでやっぱり音がするんですけど、ここは何もねならないですね。はい、残念。このボタン長押しすると音が鳴ったので、もしかしたら長押しでいけるかもしれないです。いきます。では普通にまずは安全な位置に。結構風が今強いんでちょっと怖いです。おい、これでフルフル。じゃあ行きます。これで一回この背面ボタン長押ししてみます。お、やっぱ入んないな。マニュアルにしないとダメかもですね。もう一回じゃあハイにしてマニュアルにして背面長押し。おい、ならん。なったなりました。あ、すごい。で操縦はピッチダウンでこう前進で、ロール左で左に行ってで右で右に行くっていう普通の生命と同じ操作方法ですね。で戻すときまた背面できております。ちょっと近づいていきますね。おーできました。長押しでした。というわけでこちら E188 飛ばしてみました。飛ばした感じはちょっと重いかなっていう感じはあったんですけど、全然普通のラジコン感覚で飛ばせるめちゃくちゃ安定した機体でした。
で、こちらね、やっぱりなんといってもお値段が安いので、検討される方は自分が何を重視するかっていったところを考えて、お値段重視なのか、いろんな機能ついてる重視なのかっていったところで決めていただければいいかなと思います。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。